世界は今、かつてない電力の時代に突入しています。私たちの暮らしを支えるスマホ、AI、電気自動車、すべてがエネルギーに依存している時代です。でも、それだけでは足りません。天気に左右される再生可能エネルギー、大規模発電所に依存しすぎる脆弱な送電網、そして原子力、その存在は今も社会に深い問いを投げかけています。そんな中、注目を集めているのが小さな原子炉です。従来の何分の1というサイズで災害に強く、設置も早く、しかも安全。名前はマイクロ炉、未来型の原子力です。そしてもう一つ、夢のエネルギーと呼ばれ続けた技術もついに動き始めました。それが核融合発電。太陽と同じ仕組みで地球上に無限のエネルギーを生み出す究極の方法です。どちらもまだ未来の話だと思っていませんか？実はもう日本の現場では動き出しているのです。小さな炉と巨大な夢。二つの技術はやがて私たちの生活そのものを変えるかもしれません。さあ、未来のエネルギーの扉を一緒に開いてみましょう。マイクロ炉と核融合、小さな炉と巨大な夢が作る未来のエネルギー革命。第一章、マイクロ炉とは何か。原子炉と聞くと、大きな建屋と巨大な冷却塔を想像する人が多いかもしれません。でも、今開発が進んでいるのは、全く新しい小さな原子炉です。それが、マイクロ炉、あるいは小型モジュール炉、SMR と呼ばれる次世代技術。マイクロ炉はその名の通り、従来の原発に比べて圧倒的に小さく、大きくても十数メートル、高さ数メートルほどの円筒型が一般的です。出力は数百キロワットから数十メガワット。これは工場一つや地域の街を賄えるレベルです。まさに必要な分だけ電力を届けるコンパクトで賢い原子炉。従来の巨大な原発とは異なり、設置場所の自由度も大きく向上しました。地下に埋め込むような設計や、災害時に安全に停止できる受動安全機構が採用され、制御電源が途絶えても自然対流や重力によって冷却が継続されます。メルトダウンのリスクを劇的に減らす。それがマイクロ炉の強みの一つです。さらに、その用途は多岐にわたります。災害現場での緊急電源、電力インフラの整備が難しい山間部や離島、さらには水素製造プラントや AI を扱う大規模データセンターなど、電力が安定供給されなければならない拠点での活用が見込まれています。しかも、マイクロ炉は作ってから運ぶことができるのです。従来の原子炉のような現地建設ではなく、あらかじめ工場で製造し、完成品をトレーラーで運搬。そのまま設置することで、建設コストや期間を大幅に削減。設置から稼働まで数年かかっていた時代から、数ヶ月での導入が現実になろうとしています。そしてもう一つ、マイクロ炉は単独ではなく、ネットワーク化による分散型原子力を実現します。複数の小型炉を連携させて運用するマイクログリッド構想。これは太陽光や風力といった再生可能エネルギーと連携し、地域単位で電力の自己完結を可能にする新しいエネルギーの形なのです。つまり、マイクロ炉とは、巨大でリスクのある原発というイメージを覆す、柔軟で安全、そして機動力のある原子力。私たちの暮らしに寄り添い、必要な場所に、必要なだけ、未来のエネルギーを届ける、次世代の電源として、今まさに実用化へと動き出しているのです。第2章、マイクロ炉の仕組みと安全性。マイクロ炉が注目される最大の理由。それは、その仕組みと安全性にあります。原子炉の基本原理は、核燃料が連鎖反応を起こし、そこから発生する熱で水を蒸気に変えてタービンを回し、電気を生み出すというものです。
マイクロロもこの仕組みは変わりませんが、その構造は極めてコンパクトで、しかも革新的な冷却方式や制御設計が施されています。多くのマイクロロでは、高温ガス炉やナトリウム冷却炉などの新方式が採用されています。高温ガス炉ではヘリウムなどの不活性ガスを冷却剤として用い、ナトリウム冷却炉では液体ナトリウムが熱を運びます。水を使わないことで圧力のリスクが低く、熱効率も高まる。また、構造も単純化され、結果として装置全体の信頼性も向上します。マイクロロの安全性を語る上で欠かせないのが、受動的安全システムです。これは、電力を使わずに自然の法則、例えば重力や熱対流だけで冷却が行える仕組みです。電源喪失時でも、炉内の熱は自然に外部に逃げる設計。人間の操作を待たずとも、自律的に反応を制御し続けます。この技術は、福島第一原発事故の教訓を背景に強化されてきました。人が操作しなくても安全に止まる。これが現代の原子炉設計のキーワードです。実際にマイクロ炉では、炉心の温度が一定以上に上昇すると、中性子の反応が自然に鈍化。つまり、温度上昇そのものがブレーキとして働く構造になっています。また、燃料自体にも工夫があります。トリ素燃料と呼ばれる特殊な流状燃料は、数層のセラミックコーティングで覆われており、仮に外部の容器が破損しても、放射性物質が外に漏れにくい構造です。この燃料そのものが安全装置であるという思想は、従来の原発にはなかった大きな進化です。加えて、マイクロ炉は地中に設置されるケースが多く、外部からの攻撃や自然災害にも強い。地震や津波の影響を最小限に抑える構造に加え、遠隔監視や自動制御による無人運転も視野に入っています。つまり、単なる小型原子炉ではなく、閉じたシステムとしての完成度が高いのです。さらに、冷却剤が失われるような最悪の事態でも、中性子反応そのものが減衰するよう設計されています。水やナトリウムが蒸発、喪失した場合、核反応を維持する条件が物理的に満たされなくなる。つまり、冷却の失敗が連鎖反応の収束につながる。これも、物理の仕組みで止まる炉と言われる理由です。このように、マイクロ炉は人が制御する前に自然が止めてくれる。それはまさに、設計段階から緻密に組み込まれた新時代の安全思想です。安全性と効率性、そして持続可能性を兼ね備えた小型原子炉。それがマイクロ炉の真の姿なのです。第3章、マイクロ炉の導入と商用化の動き。マイクロ炉は技術としてはすでに完成に近い段階に来ています。では、それは実際に社会の中でどう使われようとしているのでしょうか。この章では、日本におけるマイクロ炉の導入計画と商用化に向けた動きを追いかけます。日本政府は脱炭素社会の実現に向けて GX 脱炭素電源法を成立させ、革新炉の導入を後押ししています。この中にはマイクロ炉や SMR、小型モジュール炉も含まれており、2023年からは経済産業省の革新炉ワーキンググループが制度設計を本格化。新しい審査基準や設置ガイドラインの検討が進んでいます。一方で、実際に開発を進める企業も動きを強めています。代表的なのが三菱重工業。同社は2023年、多用途小型モジュール炉 MMR の構想を発表し、北海道むつ市での研究、実証拠点を計画しています。この MMR は出力も 100kW 級でありながら熱供給や水素製造にも転用可能。トレーラー輸送、地下設置、長期無人運転といったマイクロ炉の特徴を兼ね備えています。また、JA 日本原子力研究開発機構は廃炉研究施設を活用した実証プランを進行中で、福島県などでのモデル運用も想定されています。
こうした政府系研究機関や大学との連携によって社会実装に向けた土台が少しずつ築かれています。そして見逃せないのが海外との連携。日立 GE ニュークリアエナジーはアメリカの BWRX-300 の国内展開を視野に入れ、複数の電力会社と商用導入に向けた検討を進めています。こうした動きを受けて、国内の電力業界でも関心が高まりつつあります。特に、老朽化が進む火力発電の代替や、災害対応用の分散電源として、マイクロロの現実的な選択肢としての注目度が上昇しています。しかし、課題も残ります。最も大きいのが、規制の壁。現行の原子炉規制は、大型の軽水炉を前提としており、マイクロロのような新概念炉をスムーズに審査する枠組みが未整備なのです。そのため、国と原子力規制庁、そして企業が三位一体となって、安全性を担保しながら迅速に審査する仕組みの確立を急いでいます。また、地元自治体との合意形成、核燃料サイクルやバックエンド対策、さらにはコスト面での採算性も、今後の普及を左右する鍵となるでしょう。ただ、世界を見渡せば、アメリカ、カナダ、韓国、米国などでは、すでにマイクロロの建設許可や実証計画が進んでおり、日本の対応スピードが問われる状況にもなっています。このように、マイクロロの商用化は、制度、地域、国際環境の三つどもえで進行中。技術的には準備万端。あとは社会がそれを受け入れるかどうかにかかっているのです。第4章、核融合、太陽を地上に宿す夢。私たちの空に輝く太陽。その正体は、核融合によって生まれる光と熱の塊です。核融合とは、軽い原子核同士を結びつけ、より重い原子核を作る際に膨大なエネルギーを放出する現象。この仕組みを地球上で再現できれば、人類はほぼ無限とも言える新しいエネルギー源を手に入れることになります。核融合のすごいところは燃料が豊富で、しかもクリーンだという点です。主に使われるのは重水素と三重水素。これは海水やリチウム鉱石から抽出できます。さらに反応の副産物に CO2 や長寿命の放射性廃棄物がほとんど含まれません。つまり、エネルギー問題と環境問題を同時に解決する究極の発電とも言えるのです。しかし、この夢の技術にはとてつもないハードルがあります。核融合反応を安定的に起こすには、燃料を1億度以上に加熱し、プラズマという状態に変え、さらにそれを磁場などで閉じ込め続けなければなりません。地球上で太陽の中を再現すること。それが核融合発電の革新です。この実現に向けて日本でも多くの研究が進められています。代表的なのが茨城県つくば市にある QST 量子科学技術研究開発機構の JT60SA。これはトカマク型と呼ばれる装置でドーナツ状の真空容器の中にプラズマを閉じ込めて反応を起こす方式です。また、岐阜県土岐市の核融合科学研究所では、独自のヘリカル型装置 LHD 大型ヘリカル装置が稼働中。コイルの形状を工夫することで、より安定した磁場を生み出す設計になっています。これらの施設では、核融合の持続と制御をテーマに、連日実験が行われています。そしてこの研究成果は、国際共同プロジェクト、ITER にも反映されていく予定です。ITER とは、ヨーロッパを中心に、日本、アメリカ、中国などが参加する、世界最大規模の核融合実験炉。日本はその中核装置の製造や部品開発を担当しており、科学技術の最前線で重要な役割を果たしているのです。こうした国主導の研究と並んで、民間企業の挑戦も始まっています。京都府ユージョニアリングは、核融合発電の周辺技術に特化したスタートアップ。中性子に強い遮蔽剤や
高効率な熱交換器の開発など、プラントの実用化に欠かせない要素技術を担っています。また、EX フュージョンは、レーザーで燃料を一気に圧縮する完成核融合方式に取り組み、ヘリカルフュージョンは、大学の研究成果を生かした次世代ヘリカル炉の開発を進めています。これらの企業は2030年代に実証炉を建設することを目指し、研究と資金調達を加速中。政府も2023年に核融合産業ビジョンを策定し、スタートアップ支援や規制整備を始めています。それでも、核融合発電の商用化にはまだ時間がかかります。プラズマ制御の安定性、材料の耐久性、発電装置の経済性、どれをとっても高度な技術と長期的な投資が必要です。それでもなお、多くの科学者や企業がこの道を選ぶ理由。それは、一度実現すれば、地球文明のゲームチェンジャーになり得るからです。アメリカ、イギリス、中国、韓国、フランス、世界中で核融合レースはすでに始まっています。そして日本もその一角を担うだけでなく、むしろ先導する立場にあるかもしれません。基礎研究での蓄積、精密なものづくり技術、そして安全を重視する姿勢。これらが融合すれば、日本ならではの現実的な核融合発電が見えてくるのです。今、私たちは太陽のようなエネルギーを地球に宿そうとしています。科学の限界を押し広げ、未来を照らす技術。それが核融合。夢ではなく選択肢としてのエネルギーなのです。第5章、マイクロ炉と核融合、交差する未来。これまで見てきた2つの新しいエネルギー技術、マイクロ炉と核融合発電。一見、全く別の路線に見えるかもしれません。でも今、その2つの夢が少しずつ交わり始めています。マイクロ炉は今ある原子力技術をベースにしつつ、より安全に柔軟に電力を届ける現実的な次世代エネルギー。一方で、核融合は原子力そのものを根底から変えてしまう究極のエネルギー技術です。実はこの2つの技術、共通する課題を多く抱えています。まず、高温の熱をどう制御するか。どちらも炉心は数百度から数千度、あるいはそれ以上の高温になります。この熱を安全に取り出し、電力として効率よく利用するためには、高耐熱、高効率の熱交換器や冷却システムが不可欠です。そのため、両分野で熱流体解析や冷却剤の最適化といった研究が進められています。まさに、熱の設計こそが未来のエネルギーを左右する鍵なのです。次に、材料の問題です。高温、高放射線環境で長期間使える材料が必要とされ、そのための新素材や被覆燃料の研究が両分野で同時進行しています。マイクロ炉でも用いられるトリ素燃料や核融合用のタングステンベリリウム系素材などが開発されています。さらに安全性という点でも両者の思想は重なります。事故が起きにくいだけでなく、仮にトラブルが起きても自然に止まる。これはマイクロ炉における受動安全設計の考え方であり、核融合においても反応条件が厳しく、外的要因で反応が止まるという特性がそれに通じるのです。つまり、どちらも人間の手を超えた安全性を設計しそうに持っているのです。この2つの技術は全く異なるアプローチを取りながら同じ理想を目指しています。安全で持続可能で誰もが安心して使えるエネルギー。研究の現場ではマイクロ炉と核融合の技術者たちが互いの知見を持ち寄りながら新しい可能性を探っています。それは異なる道を歩んでいた2つの科学が静かに、しかし確実に融合を始めた瞬間でもあるのです。そして共通するもう一つのテーマ。それは分散型社会への適応です。マイクロ炉は
地域ごとに配置して必要な場所に必要な分だけの電力を供給するスタイル。一方で核融合も将来的には中規模分散型の運用が可能になると期待されています。例えば、スマートグリッドや水素製造との連携によって、都市のインフラから災害拠点、果ては宇宙基地まで、エネルギーの自己完結が可能になる。それは、ただの発電技術ではなく、社会の形を根本から変える力を持ったテクノロジーなのです。さらに、両者の間にある領域にも新たな挑戦が始まっています。例えば、核融合の熱を用いたマイクロ熱源装置、あるいはマイクロロと同等サイズの小型核融合炉の構想など、2つの技術をスケールダウンし、より柔軟に活用する取り組みも進みつつあります。科学は直線ではなく、螺旋のように進化します。マイクロロと核融合。この2つの技術が交差するところに、もしかすると次の革命が生まれるのかもしれないのです。今、私たちが見ているのはまだ始まりに過ぎません。電気は生活を支えるだけでなく、社会の未来そのものを形作る原動力。そのエネルギーをどう作り、どう使うのか。それは科学の問いであり、私たち一人一人の選択でもあるのです。事象は、このエネルギー革命が実際にどこまで来ているのか、社会、経済、そして私たちの生活にどのような影響を与えるのか、その最前線を見ていきましょう。第6章、エネルギー地図の再編、2040年の日本へ。もし、2040年の日本を除くことができたとしたら、私たちのエネルギーの風景はどれほど変わっているのでしょうか。第6章では、マイクロロと核融合がもたらす社会の未来像を描いていきます。今、国が描いている長期戦略では、2030年代には脱炭素電源比率を大幅に引き上げ、2040年には再生可能エネルギーと新型原子力がエネルギーの中心を担うとされています。そこに加わるのが、マイクロロ。設置の柔軟性と安全性を生かして全国に分散配置された小さな原子炉たちが地域の病院、災害拠点、工場、さらには離島や山間部などを支えています。東京の高層ビル街の地下には AI データセンター専用のマイクロ炉、災害が頻発する地域には自立型の非常電源として地下設置。建物と一体化した小型の熱供給システムとしても機能します。しかも、これらのマイクロロはネットワーク化されており、地域間で電力の融通をしながら、災害時にも停電を最小限に抑える。そんな未来のエネルギーグリッドが現実になりつつあるのです。一方で、核融合はどうでしょうか。現在進行中の JT60SA や LHD、そして国際共同プロジェクト、ITER では2030年代に最初の電力供給テストが行われる見通しです。そして2040年、いよいよ核融合炉が熱源として利用され始めます。まずは大規模プラントや水素製造、海水淡水化など産業用の熱供給から、つまりマイクロ炉が日常を支える力だとすれば、核融合は社会全体を変える力。この2つが絶妙なバランスで役割を分担する。それが2040年代のエネルギー地図なのです。さらに、都市部ではハイブリッド化も進んでいます。例えば、再エネとマイクロロと蓄電池が融合したスマートシティ。または、核融合炉を中心に水素を生産し、それを燃料として分散利用する循環型都市。産業構造も変わります。かつて電力消費がネックだった産業が、マイクロ炉の近接配置で再興し、水素製造や AI 開発、バイオプロセスなど、高エネルギー産業が地方に分散。これにより、都市集中型の構造が徐々に多極化されていくのです。そしてこの頃、日本初の核融合ベンチャーたちは国内外での実証機を完成させ、
独自の抽象型核融合炉の商用化を目指し始めています。京都フュージョニアリングやヘリカルフュージョン、EX フュージョン、これらの企業は夢の技術だった核融合を使える技術へと現実化させつつあるのです。もちろん、課題がないわけではありません。燃料供給の確保、規制制度の整備、廃棄物の管理、そして何より、社会の需要です。テクノロジーが進化しても、それを使う人々の理解と選択がなければ、未来のエネルギーは実現しません。それでも、科学は確かに一歩ずつ未来に向かって進んでいます。エネルギーの風景が変わるとき、それは社会の風景そのものが変わる瞬間。2040年の日本は小さな炉と巨大な夢が作る交差点に立っているのかもしれません。第7章、選択するのは私たちだ。未来のエネルギー地図。そこに描かれているのはただの技術ではありません。それは私たちの選択の積み重ねによって形作られるものです。第7章ではマイクロ炉と核融合という2つの革新技術がどのように私たちの暮らしや価値観に関わってくるのか、そして私たちは何を選び、何を手放すのか、その問いを見つめます。再生可能エネルギー、マイクロ炉、核融合、これらはすべて地球と人間の持続可能性をめぐる技術です。けれど技術だけでは社会は変わりません。必要なのはそれを使うという決断、そして受け入れるという覚悟です。例えばマイクロ炉、導入すれば災害に強くなり、地域のエネルギー自立が進みます。しかし一方で放射線リスクやバックエンド、廃棄物処理の課題も残ります。同様に、核融合は究極にクリーンで夢のようなエネルギー源。けれど、その実現には莫大なコストと長い時間が必要です。つまり、どちらの技術にも、ロマンと現実があるのです。そして重要なのは、私たちの社会が、どれだけ科学的思考を育めるかということ。科学は、希望を与えてくれます。しかし同時に、冷静な判断と検証を求めるものでもあります。感情や恐怖に支配されることなく、事実と可能性を見つめる力。それがなければ、どれだけ素晴らしい技術も社会に根付くことはありません。だからこそ必要なのです。知ること、学ぶこと、そして考えること。未来を変えるのは、一部の科学者や技術者だけではありません。政策を動かすのも、企業の方向性を決めるのも、そしてその技術を受け入れるかどうかを決めるのも、社会全体の合意と理解なのです。その意味で、エネルギーは社会の鏡とも言えます。どんな技術を選ぶか、それはどんな未来を望むかという意思表示に他なりません。未来のためにリスクを取るのか、現状を守るのか、分散型か集中型か、脱炭素かコスト重視か、そのどれもが単なる技術選択ではなく、社会の価値観の反映なのです。そして、今この瞬間にも、未来は選ばれ続けています。2030年、2040年、そして2050年。その時、私たちはどんなエネルギーを使い、どんな街に暮らし、どんな選択を正しかったと振り返るのでしょうか。その答えを決めるのは、政府でも企業でもなく、そう、私たち自身です。技術はあくまで道具であり、その道具をどう使うかは、常に社会の意思にかかっています。最後に問います。あなたはどんな未来を望みますか？さあ、これからのエネルギーを選ぶのは私たちです。エンディング。未来は静かに動き出している。私たちは今静かに歴史の分岐点に立っています。日々の生活では感じにくいかもしれません。でも、確かにエネルギーの未来は動き出しているのです。このドキュメンタリーでは、マイクロ炉と核融合という2つの革新技術を見てきました。いずれも
次の時代の電力を担う存在として注目される一方で、それぞれに課題や現実も抱えています。マイクロロは、すでに設計、製造のフェーズを超え、社会実装へと移行しようとしています。トレーラーで運べる原子炉、それはもう SF の世界ではありません。災害時に地域を守るバックアップ電源として、あるいは水素製造やデータセンターなど新産業を支えるエネルギーとして、その可能性はどんどん広がっています。そして核融合、無限のエネルギーとして、長年、夢とされてきた技術が、今、現実の扉を叩き始めています。1億度のプラズマを制御する装置、磁場とレーザーの繊細な設計、それを支える材料科学と電磁制御技術。核融合は一つの技術というよりも、複数の科学と工学の結晶なのです。そして、その結晶を形にするのは、現場で汗を流す科学者や技術者たち。彼らの眼差しにあるのは、希望と責任。そして、まだ見ぬ世界を自分たちの手で開くんだという、科学への信頼です。もちろん、すべてが順風満帆なわけではありません。新しい技術には、必ず、壁があります。社会の理解、制度の整備、コストの負担、安全への不安。だからこそ、伝えること、共有すること、対話することが大切なのです。このドキュメンタリーを通じて、少しでも、エネルギーを自分の問題として考えてみようと思えたならそれこそが最初の一歩になるはずです。未来は、誰かが決めるものではありません。それは、私たち一人一人が、どう選び、どう関わるかで決まっていくもの。新しい技術が生まれたからといって、必ずしもすぐに社会が変わるわけではありません。けれど、静かに、確実に、その種は、今私たちの社会にまかれつつあります。マイクロロ、核融合、そして、その先にある、まだ見ぬ可能性。科学がもたらすのは、単なる、便利さだけではありません。それは、希望を設計する力。10年後、50年後の世界に、より良い選択肢を残すための知恵なのです。だからこそ、私たちは考え続けなければいけません。どんな未来が欲しいのか、そのために何を選ぶべきか、自分には何ができるのか、その問いに完璧な答えはありません。でも、問い続けることそのものがすでに行動なのです。これが私たちが今日開いたサイエンスの扉。ご視聴ありがとうございました。